ましたが、これから徐々に動画をアップしていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。最近はショート動画とかも少しずつ上げているので、よければ一度見てみてください。今回はタイトルにもありますように、我が家の電気属性、あの子を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、皆さんもうお分かりでしょうか。そう、電気ナマズです。名前はその名も中井くんと言います。電気ナマズはナマズ目電気ナマズ科に属するナマズの一種で、発電能力を持つ魚類として知られています。電気ナマズの生息地はナイル川やタンガニーカなどのアフリカの淡水に生息していて、生息地によって個体差があり、ザイール川に生息している種類は鼻先が長く、ロングノーズ電気ナマズと呼ばれています。電気ナマズはとても臆病な性格をしているため、普段は真っ暗な岩場の間に身を隠していて、夜になると餌を探して泳ぎ始めます。我が家の中井くんは最初は人影が見えると急いで隠れていましたが、最近は水槽をコンコンと軽くノックするとご飯と思って水面に寄ってくるようになりました。だいぶ慣れてきたようです。電気ナマズは最大で60センチの大きさまで成長すると言われていて、たくさん餌を食べるため、どの個体でも大きくなり、平均50センチを超えると言われています。電気ナマズの寿命は約7年と言われています。電気ナマズは危険を感じたとき、驚いたとき、獲物がある小魚を見つけたとき、最大で 450V の強力な電気を発生させます。発電板と呼ばれる非常に弱い電気を発電する細胞を持っていて、たくさんの発電板をつなぐことができ、強力な電気を発生させることができます。ちなみに電気ウナギはさらに多くの発電板を持っており、最大で 800V の電気を発することができると言われています。うちでは45センチの水槽の中に金魚飼育に使われるエアーとヒーターを設置していて、水温は26度に設定しています。ご飯についてですが、最近は肉食魚用の沈むタイプの人工飼料をあげています。最初は赤虫をあげていて、人工飼料に切り替えました。次は電気ナマズがなりやすい病気についてお話ししたいと思います。白点病、全身が白い点々に覆われる病気で、入荷時の体力が弱っている時にかかりやすい病気です。水カビ病、白い綿のようなものが体表に付着する病気で、体の傷口から細菌が侵入することで発症します。エラ病、鱗を持っておらず、エラに寄生虫がつきやすいナマズの仲間によく見られる病気です。実はこの中で中井くんがすでにかかってしまった病気があり、それが水カビ病です。水替えも定期的に行っていたのになぜってなったのですが、これが良くなかったらしく、どうも電気ナマズの皮膚はかなりデリケートで、頻繁に水替えをしたせいで環境の変化についていけなくなったものだと思います。それから塩を入れ、ブラックウォーターで飼育を始めました。それで水が茶色なんです。それから数週間、徐々に白い綿みたいなものもなくなり、今では綺麗な姿になりました。間一髪。我が家で唯一の魚類ですが、あまり泳ぎ回ったりと派手な動きはあまりありません。このぷくっとした体つきに丸い目、心を癒してくれる中井くんでした。幸いまだ電気攻撃されたことはありませんが、今後も気をつけていきたいと思います。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。